こんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゴリ先輩です。ウサピョムです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは在留資格です。カードではなく資格そのものの話をします。それ、ちょうど知りたかったんです。来年、更新の時期が来るんです。いいタイミングですね。実は資格の中身を知らないまま何年も過ごす人が多いんです。わかる気がします。カードは持ってますけど、書いてある意味は考えたことがないです。その前に前回の復習をしましょう。何の回でしたか？自炊とキッチンの回です。キーフレーズは、手際がいいでした。よく覚えてましたね。段取りが良くて仕上がりも早いという意味でした。あれから、切る順番を考えるようになりました。実は今日の話も段取りの話なんですよ。実は最近、転職の話をいただいてるんです。いい質問です。お、それは大きい話ですね。仕事の中身は変わりますか？なるほど、少し変わります。それで、ふと不安になりました。どのあたりが不安ですか？私、今の仕事の許可で日本にいるんですよね。仕事を変えたら、その許可はどうなるのかなって。その疑問、とても大事です。今日の話の入り口そのものですよ。入り口。はい。在留資格というのは、日本にいていいですよという許可であると同時に、何をしていいかの範囲でもあるんです。いていいとしていい。二つ入ってるんですね。そうです。そこがこの制度の要です。多くの誤解は片方だけ見ていることから生まれます。はい。多分、いていいの方しか見てませんでした。多いですよ。今日はその範囲の地図を一緒に書きましょう。地図があると安心します。順番はこうです。まず、資格の種類。次に、変えるとき。それから続けるとき、最後に永住と帰化です。盛りだくさんですね。ええ。ただ一つずつ見ればそんなに複雑ではありません。お願いします。まず一番混ざりやすいところから。カードと資格は別のものです。同じじゃないんですか？カードに資格の名前が書いてありますよね。はい、書いてあります。でも書いてあるのとそのものであるのは違います。まだピンときません。例えば運転免許で考えてみましょう。はい。免許証をなくしても運転していい資格そのものは消えませんよね。ですよね。カードは証明するための紙なんですね。その通りです。在留カードはあなたの資格と期間を証明する身分証です。で、資格の方は？資格は法律に並んでいる箱のようなものです。箱ごとにできる活動が決まっています。箱、イメージしやすいです。そして大事なのは自分がどの箱に入っているかでできることが変わるという点です。同じ日本にいても人によって違うということですか？違います。隣の席の同僚とできることが同じとは限らないんです。それ、結構衝撃です。だからこそ人の話をそのまま自分に当てはめないでほしいんです。友達は大丈夫だったよというやつですね。その通り、よく聞きます。でもその友達の箱とあなたの箱が同じとは限りません。まず自分の箱を確認する。はい、カードの名に資格の名前が書いてあります。そこが出発点です。帰ったらすぐ見ます。さっきの話でカードを見たくなりました。どこを見ればいいですか？鋭いです。いい流れですね。大事なところは4箇所あります。4箇所。メモします。1つ目は在留資格の名前。あなたがどの箱にいるかがここでわかります。2つ目は期限ですね。そうです。在留期間の満了日と書いてあります。ここは今日必ず見てください。3つ目は就労制限の有無という欄です。働けるかどうかが1行で書いてあります。あるかないかですね。その通り。書類でよく出る言葉です。ある、ないで有無ですね。確かに覚えやすいです。4つ目は裏面です。さっき出た申請中の記載も住所の変更もこちらに載ります。裏面。表と裏で役割が違うんですね。表は今の状態、裏は変わったことの記録。そう考えると分かりやすいですよ。そうなんですか。カードを持ち歩く義務もありますよね。あります。求められたら見せる場面もありますから、家に置きっぱなしにしないでください。財布に入れておきます。
では地図の全体像です。在留資格は大きく3つの仲間に分けられます。メモします。3つ。数が少ないと助かります。1つ目は働くことが認められる資格です。ただし活動に制限があります。働けるけど何でもいいわけじゃない。決められた分野の仕事だけです。私やあなたもここに入ります。2つ目は身分や地位に基づく資格です。こちらは活動に制限がありません。なるほど。制限なし。羨ましい響きです。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、それに定住者、この4つです。配偶者等の等って何ですか？いい質問です。配偶者だけでなく子なども含むという意味の等です。わかりました。法律の等はちゃんと意味があるんですね。そうなんです。飾りではありません。そして3つ目が働くことが認められない資格です。留学とかですか？そうです。留学、家族滞在、短期滞在、文化活動、研修、この仲間です。でも留学生でアルバイトしてる人たくさんいますよね。いますね。あれは別の許可を取っているからできることなんです。別の許可。後で詳しくやります。今は3つの仲間があるとだけ覚えてください。はい。働ける。身分。働けない。完璧です。この3つが分かるとニュースの意味も変わって聞こえますよ。では1つ目の仲間、働ける資格を見ていきましょう。私のもうここですよね。はい。会社で働く人に一番多いのが技術、人文知識、国際業務という資格です。へえ、長いですね。名前だけで疲れます。現場では4つの文字を取って擬人国と呼ぶ人もいます。訳語があるんですね。覚えておきます。この資格でできるのは専門的な知識を使う仕事です。技術者、通訳、貿易、企画などですね。はい。逆にできない仕事もあるということですか？そうです。あります。専門知識を使わない、いわゆる単純な作業だけの仕事は原則としてこの資格の外です。それ知らない人多そうです。多いです。だから同じ会社の中でも配置が変わると相談が必要な場合があります。助かります。転職じゃなくても関係あるんですか？はい。大事なのは会社の名前ではなく実際にしている仕事の中身ですから。中身。さっきの箱の話ですね。つながりました。他にも料理人の技能、介護、経営や管理、企業内転勤などがあります。そうですか。結構細かく分かれてるんですね。そして近年よく聞くのが特定技能です。人手が足りない分野で働くための資格ですね。介護とか飲食とかそういう分野ですか？そうです。ただし分野ごとに試験があって決められた分野の中で働きます。ふむ。やっぱり枠があるんですね。枠のない働ける資格はほとんどありません。そこが2つ目の仲間との大きな違いです。では3つ目、働くことが認められない資格に行きましょう。へえ、さっきのアルバイトの話気になってました。いい質問です。はい。留学の資格は勉強するための資格です。だからそのままでは働けません。でも実際は働いてますよね。そこで出てくるのが資格外活動の許可です。名前の通り資格の外の活動を許してもらう手続きですね。なるほど。資格の外。そのままの意味なんですね。この言葉は一度覚えると読みやすくなります。難しい言葉ほどそのままの意味が多いんです。時間の制限はあるんですか？あります。留学の場合は原則として1週間に28時間以内です。はい、28時間。中途半端な数字ですね。覚えにくいですよね。ただ学校の長い休みの間は1日には1時間以内まで広がります。夏休みは多めに働けるんですね。はい。ただこの時間を超えると後の手続きに響きます。ここは本当に気をつけてください。響くというのは後で出てくる更新や変更の審査で見られるということです。今の行いが次の手続きにつながっています。知りませんでした。つながってるんですね。この番組で今日一番伝えたいのがまさにそこなんです。家族滞在の人も同じですか？家族滞在もそのままでは働けない資格です。働きたい場合はやはり許可が必要になります。いいですね。配偶者だから自由ではないんですね。そこが紛らわしいところです。同じ配偶者でも資格の名前が違えば中身が違います。じゃあ2
二つ目の身分の資格が一番自由ということですか？はい。働き方という点では一番広いですね。活動に制限がないので職種を選びません。そうなんですか。何をしてもいいんですか？仕事の種類という意味ではそうです。日本人と同じように選べます。それは大きいですね。大きいです。だから多くの人が永住を目指すわけですね。でも、定住者というのはよくわかりません。定住者は特別な事情を考えて住むことを認められた人のための資格です。特別な事情。はい。個別に判断されるので一言では言えません。ここは人によって全く違います。身分の資格なら期間の心配もないんですか？いい着眼点です。期間がなくなるのは永住者だけなんですよ。配偶者の資格には期限があるんですか？その通り、あります。結婚していても期間が来れば更新の手続きが必要です。ですよね。そこ勘違いしてる人いそうです。多いですね。永住者以外は必ず期間があると思っておいてください。永住者はずっと日本にいられるということですか？期間の面ではそうです。ただ、永住者にも守るべきことはあります。そこは最後の幕で話しますね。ああ、含みのある言い方ですね。その前にカードの見方と期間の話をしておきましょう。施留期間って自分で選べるんですか？希望は出せますが、決めるのは審査する側です。しかも資格ごとに枠が決まっています。はい。資格ごとに違うんですか？違います。多くの働く資格では5年、3年、1年、3ヶ月から選ばれます。3ヶ月というのもあるんですね。あります。短い期間にはそれなりの事情があることが多いですね。留学はどうですか？留学は学校の課程に合わせて個別に決まります。学ぶ期間が土台ですから。うわ、なるほど。それは納得です。そして永住者だけが無期限。ここは第一幕で話しましたね。はい、あれは印象に残りました。ちなみに期間が長い人ほど更新の手間が減ります。これは地味に効きますよ。確かに、書類を集める回数が減りますもんね。会社にお願いする回数も減ります。周りへの負担も減るんです。そこまで考えたことなかったです。ではそろそろあなたの転職の話に戻りましょうか。第2幕は変える時の話です。箱を移る手続きですね。そうですか。箱を移る。正式には何と言うんですか？在留資格変更許可申請です。長いですが区切ると分かりやすいですよ。区切ってください。在留資格の変更の許可の申請です。何をどうしたいのかが順番に並んでいます。あ、確かに。日本語の長い言葉ってこう読むんですね。鋭いです。書類の言葉はだいたい後ろから前に説明していきます。慣れると怖くありません。ふむ。いつ申請するんですか？変更の理由ができた時から在留期間が終わる日までの間です。理由ができたとき。例えば、内定をもらったときとか。まさにそれです。内定が出た、結婚した、会社を作った、そういう出来事が理由になります。メモします。手数料はかかりますか？かかります。今の時点では窓口なら6000円、オンラインなら5500円です。オンラインの方が安いんですね。少しですが安いです。ただこの金額は改定されることがあるので必ず最新を確認してください。結果はすぐ出ますか？変更の場合、目安は1ヶ月から2ヶ月です。思ったより長いでしょなるほど。長いです。入社日ギリギリだと危ないですね。う。危ないです。しかも混む時期はもっとかかることがあります。混む時期っていつですか？卒業と入社が重なる春の前後は申請が集中しやすいと言われます。わかりました。じゃあ、早めに動くのが基本ですね。はい。今日の話は結局そこに戻ってきます。一番多い変更は留学から働く資格への変更です。知りませんでした。卒業して就職する人ですね。はい。ここで審査されるのが学校で学んだことと仕事の中身の関係です。専攻と仕事が関係ないとダメなんですか？関係が説明できることが大切です。全く無関係だと説明が難しくなります。いいですね。説明できるかどうか。白黒じゃないんですね。そうなんです。そこが大事な感覚です。この制度は白か黒かではなく、説明がつくかどうかで動いています。書類ってそのための道具なんですね。いい言い方ですね。
書類はあなたの状況を説明するための道具です。へえ、卒業前に申請してもいいんですか？内定が出ていれば、卒業の前に申請を受け付けてもらえる扱いがあります。それは助かりますね。ただし、許可が出るのは卒業して条件が揃ってからになります。もし、就職が決まらないまま卒業したら、どうなるんですか？就職活動を続けるための道が用意されています。学校の推薦など条件はありますが、はい、知らないと諦めてしまいそうです。そこなんです。制度は知っている人にだけ道を見せます。だから調べる力がいるんですね。そしてその調べる力の入り口が言葉なんですよ。助かります。今日ここに来た意味がありました。では、私の転職はどうなりますか？ここが今日の山場ですね。まず大原則を一つ。はい、会社が変わっても仕事の中身が今の資格の枠の中なら資格の変更はいりません。いらないんですか？いりません。資格は会社についているのではなく活動についていますから。活動についている。それ、目から鱗です。そうです。ただしここからが大事です。いらないのは変更だけで届け出は必要です。なるほど。届けつ。また新しい言葉が出てきました。これは次のまとまりでじっくりやりましょう。先にいる場合を確認します。変更が必要なのはどんな時ですか？仕事の中身が今の枠から出るときです。例えば通訳の仕事から料理人になる場合ですね。枠をまたぐんですね。そうです。そしてまたぐかどうかの判断が自分では難しいことがあるんです。はい。私の場合、少し中身が変わるんですよ。その少しが癖窓です。少しなら大丈夫だろうで進めるのが一番危ない。どうすればいいですか？実はそのための書類があるんです。次で紹介しますね。引っ張りますね。でも順番に置いた方が頭に残りますから。ではさっきの届け出です。これは本当に忘れられやすい手続きです。確かに。何を届け出るんですか？働く資格の人なら契約している会社に関することです。所属機関に関する届け出と呼びます。所属機関。会社のことをそう呼ぶんですね。いい質問です。学校なら学校、会社なら会社、自分が属している先という意味です。そうなんですか。いつ届け出るんですか？自由が生じてから14日以内です。この14日という数字、ぜひ覚えてください。14日。2週間ですね。そうです。転職なら辞めた時と新しく契約した時、どちらも対象です。2回いるんですか？同じ時期にまとめて出せる場合もありますが、対象になる出来事は2つです。他にも届け出ることはありますか？会社の名前が変わった時、会社が引っ越した時、会社がなくなった時、これも届け出です。自分のことじゃなくても届けるんですね。あなたの在留の土台が変わるからです。だから自分のこととして届けます。ですよね。出さなかったらどうなりますか？義務なので守らないと不利に働きます。しかも後の審査でしっかり見られます。また出てきましたね。後の審査。今日は何度も出てきますよ。それくらい日々の手続きが効いてくるんです。届出はどこでできるんですか？窓口のほか郵送やインターネットでもできます。ここは意外と手軽なんですよ。手軽なのに忘れるってもったいないですね。本当にそうです。10分で終わることを忘れて何年も後で困る人がいます。さて、さっき引っ張った書類です。就労資格証明書と言います。なるほど。これも長いですね。就労資格証明書。区切れましたね。働くことについての資格を証明してくれる書類です。何を証明してくれるんですか？新しい仕事の中身が今の資格でしていい活動に当たるかどうかです。わかりました。それ、まさに私が知りたいことです。転職の時に取っておくと次の更新の見通しが立ちます。これは義務ですか？義務ではありません。取らなくても働けます。でも私は取っておく方を勧めます。なぜですか？何年も働いてから実はこの仕事は枠の外でしたと分かるのが一番辛いからです。想像したらゾッとしました。会社にとっても安心材料になります。だから相談すると理解してくれる会社は多いですよ。はい、会社に言いにくい気もしますけど。わかります。ただこれは会社を守る話でもあるんです。そう伝えると通りやすいですね。
言い方って大事ですね。この番組は言葉の番組ですから、そこはいつも大事にしたいところです。証明書はどこでもらうんですか？住んでいる地域を担当する出入国在留管理局です。いわゆる入管ですね。入管ってその略だったんですね。第一幕で出た資格外活動の許可。どうやって取るんですか？はい、入管に申請します。日本に来る時の空港で申請できる場合もありますよ。助かります。空港で。それは知りませんでした。留学で来る人には便利ですね。後から住んでいる地域の入管でも申請できます。働く先は先に決めておく必要がありますか？留学の場合は勤務先を決めずにまとめて許可をもらう形が一般的です。そうですか。それならバイトを変えても大丈夫ですね。その形なら大丈夫です。ただしできない業種があります。ここは必ず確認してください。できない業種。風俗に関わる仕事は認められません。ここは例外なくはっきりしています。知らずに働いてしまう人もいそうです。います。求人の言葉だけではわからないこともあるので、迷ったら聞いてください。時間の数え方も気になります。20は地時間ってどこからどこまでですか？その通り。月曜からの1週間ですか？そこが落とし穴です。どの曜日から数えても超えてはいけないという考え方をします。それは厳しいですね。厳しいです。今週は少なかったから来週多めにという調整ができないんですよ。メモします。2つ以上のバイトをしてる人は合計ですよね。合計です。ここを勘違いして超えてしまう例が一番多いんです。自分で記録しておいた方が良さそうですね。おすすめします。後から見せられる記録があると自分を守れますから。結婚した場合は資格が自動的に変わるんですか？鋭いです。変わりません。ここも誤解が多いところです。結婚と資格は別の手続きです。いいですね。役所に婚姻届を出しただけでは足りないと。足りません。役所と入管は別のところですから。つながってないんですね。この感覚は日本の手続き全体に効きますよ。窓口が違えば手続きも別です。覚えておきます。日本人と結婚した場合、日本人の配偶者等という資格に変更できます。できます。ということは、しなくてもいいんですか？鋭いですね。今の働く資格のままでも構いません。どちらが合うかはその人次第です。選べるんですね。はい。ただ、配偶者の資格は結婚の実態が続いていることが前提になります。実態。また出ました。この制度は紙より実態を見ます。今日の裏テーマかもしれませんね。家族を日本に呼ぶこともできますか？働く資格の人なら配偶者や子を家族滞在で呼べる場合があります。はい。場合がありますというのは、扶養できるかどうかを見られます。収入や住まいの状況が問われるということですね。そこも実態なんですね。会社に雇われる以外の道もありますか？あります。自分で事業を始める人のための資格があるんです。それがさっき出た経営管理ですか？そうです。お店を開く、会社を作る、そういう活動のための箱ですね。夢がありますね。友達がカフェをやりたいと言ってました。そうなんです。いいですね。ただ、こちらは準備が重い資格です。何がいるんですか？事業の場所、事業の計画、そして一定の規模。この3つが柱になります。なるほど。規模というのはお金のことですか？資本金や雇う人の数などで見られます。金額の基準は見直されることがあるので、必ず最新を。また日付と出どころですね。身についてきましたね。それから事業の場所は住まいと分ける必要があります。はい。家でやるというのは難しいんですね。難しい場合が多いです。事業として続く形になっているかが見られますから。ここでも実態を見るんですね。今日の合言葉ですね。夢を語るだけでなく、続く形にする。そこが勝負です。知りませんでした。友達に伝えておきます。準備からって。第2幕の締めに大事な考え方を一つ置いておきます。はい、お願いします。変更が認められるには相当の理由があると判断される必要があります。そうなんですか。相当の理由。日常では使わない言い方ですね。そうです。
書類の日本語ですね。ここでの相当はたくさんという意味ではありません。そうなんですか。相当疲れたの相当だと思ってました。そちらもあります。でも書類ではふさわしい、釣り合っているという意味で使われます。同じ言葉で意味が変わるんですね。そこが日本語の面白いところであり難しいところですね。判断するのは誰なんですか？最終的には法務大臣です。つまり必ず通ると約束された手続きではないんです。ですよね。条件を満たせば必ずではないんですね。はい。だから通るための裏技のような話は私はしません。誠実ですね。そしてもう一つ、今の資格の活動をしていないと資格を取り消されることがあります。取り消し。重い言葉ですね。重いです。例えば働く資格なのに長く働いていない状態が続くと対象になり得ます。失業したらすぐということですか？そうではありません。正当な理由があれば別です。次の仕事を探している間は理由になり得ます。少し安心しました。大事なのは黙って止まらないことです。届け出をして動いている姿を残しておく。動いている姿を残す。いい表現ですね。第3幕は続ける時の話です。あなたの来年の更新ですね。なるほど。そうです。いつから設けばいいですか？在留期間が6ヶ月以上ある人なら満了する日のおおむね3ヶ月前から申請できます。3ヶ月前。結構早いんですね。早いです。そしてこの3ヶ月を丸々使えるかどうかで随分違います。わかりました。満了の日を過ぎたらどうなるんですか？申請もせずに過ぎてしまうと在留の資格がない状態になります。これは本当に重い話です。うっかりでは済まないんですね。すみません。だからこそ期限は必ずカレンダーに入れてほしいんです。はい。私、カードの期限、正確に言えないかもしれません。いい質問です。多いですよ。今日家に帰ったら3ヶ月前の日にも印をつけてください。2つ印をつけるんですね。期限の日と動き始める日、この2つが揃って初めて安心です。うわ、更新の手数料も同じですか？今の時点では変更と同じ額です。窓口とオンラインで少し差があります。審査にかかる時間は？更新は目安として2週間から1ヶ月です。変更より短めですね。それなら3ヶ月前に出せば余裕ですね。余裕が生まれます。ただ書類を揃える時間もいります。会社に頼む書類もありますから。確かに会社の書類はすぐ出てこないこともありそうです。そこが読めないんですよね。だから早めに声をかけておく。これも段取りです。前回の話とつながりました。更新の時、何を用意すればいいんですか？その通り。資格によって違いますが、だいたい4つの種類に分かれます。助かります。また4つ。整理しやすいです。1つ目はあなた自身のもの。申請書と写真とパスポートと在留カードです。写真のサイズとか決まりがありそうですね。あります。ここで取り直しになる人が結構いるので、先に確認しておくといいですよ。2つ目は会社に関するもの。働いていることを示す書類ですね。会社に頼むことになります。そうですか。これが時間かかるやつですね。そうです。3つ目が収入と税に関するもの。住民税の証明などですね。ここで納税の話が出てくるんですね。つながりましたね。書類の形でちゃんと見えるようになっているんです。証明書はどこでもらうんですか？住んでいる市や区の役所です。今はコンビニで取れる自治体も増えました。それは便利ですね。4つ目はその人ごとの事情を説明するものです。家族のこと、事情が変わったことなどですね。メモします。書類って結局その人の説明なんですね。第2幕で言った通りです。道具としてうまく使ってください。もし申請したのに満了の日までに結果が出なかったらどうなるんですか？鋭いです。とてもいい質問です。そこには特例期間という仕組みがあります。はい、特例。例外ということですか？特別な決まりという意味ですね。申請した人を守るための仕組みです。守ってくれるんですね。結果が出るときか、満了の日から2ヶ月が経つ日か、早い方まで在留を続けられます。
知りませんでした。早い方というのが大事ですね。そこを読み落とす人が多いんです。2ヶ月は延長ではなく上限だと思ってください。その間も働けるんですか？働けます。今までと同じ活動を続けられるという決まりですから。いいですね。よかった。給料が止まったら困ります。現実的な心配ですよね。ただ、会社に説明が必要な場面はあります。カードの期限が切れてるように見えますもんね。そこです。実は申請中であることはカードの裏に記載されます。へえ、裏。見たことなかったです。裏には大事なことがいくつも載ります。表だけでなく裏も見る癖をつけてください。特例期間の間に外国に行ってもいいんですか？そこは慎重にしてください。事情によって扱いが変わるので、必ず事前に窓口で確認を。はい、わかりました。急な帰国とかありそうですし。はい、そうなんです。だから結局早く出しておくのが一番強いんですよ。さっきオンラインという言葉が出ましたけど、家からできるんですか？そうです。できる手続きが増えてきました。更新も変更も条件が合えばオンラインでできます。ですよね。それは大きいですね。平日に休まなくていい。そこが最大の利点です。窓口は混みますし、待ち時間も読めませんから。手数料も少し安いんでしたね。よく覚えてますね。ただし、使うには前もって利用の登録が必要です。ああ、登録。そこでつまずきそうです。だから、期限の直前ではなく、余裕のあるうちに済ませておくといいですよ。また、早めに動く、ですね。今日は何度も言ってますね。それだけ聞くということです。へえ、逆に窓口の方がいい場合もありますか？あります。事情が複雑な時や聞きたいことがある時ですね。顔を見て話した方が早いこともありますもんね。そうなんです。便利さと相談しやすさ、その2つで選んでください。なるほど。窓口に行くなら、混む時期は避けた方がいいですね。そうなんです。その通りです。第2幕の話がここでも聞いてきましたね。さて、ここからが第3幕の本題です。審査では何が見られるのか。うわ、それ一番気になります。変更と更新については判断の目安が公表されています。全部で8つあります。公表されてるんですか？されています。ここ意外と知られていないんですよ。誰でも読めます。確かに、8つ。一気に言われても覚えられないかも。いい質問です。分けましょう。前半はあなたの活動が資格と合っているか。後半はあなたの暮らし方です。暮らし方まで見られるんですか？見られます。そこは後半のお楽しみにしましょう。まず前半の3つです。お願いします。1つ目、これからしようとする活動が法律に並んでいる資格のどれかに当てはまること。そうなんですか。箱に入るかどうかですね。その通り。これは必ず満たさなければならない条件です。2つ目は、資格ごとに決まっている基準に合っていること。学歴や経験、報酬の額などですね。報酬の額まで。はい。日本人が同じ仕事をした場合と比べて同じくらいかどうかという見方があります。それ、働く人を守る決まりでもありますね。いい視点です。安く働かせることを防ぐ意味もあるんです。3つ目は何ですか？今までその資格に合った活動を実際にしていたかどうかです。過去も見られるんですね。そこが今日一番伝えたいところです。審査はその日の書類だけを見ているのではありません。では後半です。ここからは暮らし方の話になります。身構えてしまいます。大丈夫ですよ。普通に暮らしていればどれも当たり前のことです。メモします。それを聞いて少し落ち着きました。4つ目は素行が不良でないこと。犯罪や重い違反がないかということです。そこ、日常では聞かない言葉ですね。普段の行いという意味です。これは今日のキーフレーズにも関わってきますよ。なるほど。楽しみにしておきます。5つ目は独立して生活できるだけの資産か技能があること。お金持ちである必要はないですよね。ありません。生活が成り立っているかどうかを見る話です。安定という言葉が近いですね。6つ目は、雇われている場合、その働き方が労働の法律に合っていること。わかりました。これも、働く人を守る側の話ですね。そうです。アルバイトも含みます。ここは会社の問題でもあるんですよ。2つ目、来ますね。納税などの義務を果たしていること。税金を
決められた時期に納めているかどうかです。会社員なら給料から引かれてますよね。多くはそうです。ただ、住民税を自分で納める形の人もいます。そこが落とし穴になりがちです。はい。納付書が家に届くやつですね。それです。机に置いたまま忘れる人が本当に多いんですよ。耳が痛いです。そして8つ目、入管の法律で決められた届け出などをきちんとしていること。さっきの14日以内ですね。つながりましたね。8つのうち最初の2つは必ず必要な条件です。残りの6つは全体として見られます。1つ欠けたら即ダメではありません。ここは覚えておいてください。そういえば、更新で3年もらえる人と1年の人がいますよね。その通り、いますね。あの差は何だろうと気になりますよね。そうですか。友達が1年で、私が3年だった時、少し気まずかったです。その気持ちわかります。ただ、短いから悪いとは限りません。そうなんですか。例えば、会社を移ったばかりだと様子を見る意味で短くなることがあります。様子見なんですね。そう考えると気持ちが楽になりませんか？次に、きちんと積み重ねれば長くなる道もあります。積み重ね。今日、そればっかりですね。でも、それが本当なんです。制度は1日では変わりませんから。ふむ。期間が長い方が得なことはありますか？あります。手続きの回数が減ります。それに、後で話す永住にも関わってきます。また伏線ですね。回収しますからご安心を。ここでよくある落とし穴を3つ並べておきましょう。実例助かります。1つ目、引っ越したのに住所の届け出をしていない。へえ、役所には出したけど、という人いそうです。はい。住所は役所で足りる場合もありますが、迷ったら確認してください。義務の話ですから。2つ目は、書いた仕事としている仕事がずれている。これは重い落とし穴です。少しずつ変わっていくことありますよね。あります。悪気なく気づいたら別の仕事になっていたという例が本当に多いんです。はい。どうすればいいですか？年に一度自分の仕事の中身を書き出してみてください。カードの四角と並べてみるんです。健康診断みたいですね。いい例えです。まさに在留の健康診断ですね。3つ目は何ですか？人に任せきりにすること。会社がやってくれてると思って中身を知らないままでいることです。助かります。任せるのは楽ですけどね。楽です。でも結果を受け取るのは自分ですから。手伝ってもらうのと任せきりは違います。耳が痛い話が続きます。わからないとき、誰に聞けばいいんですか？鋭いです。まず入管には問い合わせの窓口があります。電話でも聞けますよ。はい。日本語じゃないと難しいですか？いくつかの言語に対応しています。だからまず一度かけてみてほしいんです。それは知りませんでした。自治体にも外国人のための相談窓口があるところが多いですよ。知りませんでした。近いところで聞けるのは安心です。そして複雑な事情があるときは資格を持った専門家に相談する道もあります。お金はかかりますよね。かかります。ただ無料の相談会をしている団体もあります。探す価値はありますよ。いいですね。一つ気をつけることはありますか？必ず通りますと言い切る相手は少し立ち止まって考えてください。さっきの裏技はないという話ですね。つながりました。最後に決めるのはあくまで審査する側ですから。覚えておきます。ではいよいよ最後の幕です。多くの人が目指すあの資格の話をしましょう。第4幕は永住の話です。ここが今日の一番熱いところですね。ですよね。友達がよく話してます。永住を取りたいって。そうなんです。そうでしょうね。期間の更新がなくなって仕事も自由に選べますから。生活が変わりますね。変わります。ただし変更の申請とは別の手続きです。永住許可申請と言います。また別なんですね。はい。そして要件が公表されています。大きく3つです。また3つですね。今日は3が多いです。確かに。1つ目は素行が善良であること。ああ、善良。また固い言葉が出ました。法律を守って住民として非難されない生活を送っていることと説明されています。つまり普通に暮らすということですね。そうです。2つ目は
独立して生活できる資産か技能があること。へえ、さっきの更新の話と似てますね。似ています。公の負担にならず、将来も安定した生活が見込めることという言い方です。将来まで見るんですね。永住はずっとの話ですからね。そして3つ目が一番幅の広い要件です。何ですか？その人の永住が日本の利益に合うと認められること。国益に合うという言い方をします。なるほど。国益。大きな言葉ですね。大きいですが、中身は具体的です。年数、罰の有無、そして納めるべきものを納めているか。そこ、詳しく聞きたいです。まず年数です。原則として引き続き10年以上日本に住んでいることが求められます。10年。長いですね。長いです。しかもその10年のうち、働く資格か身分の資格で5年以上が必要です。確かに、留学の期間は入らないんですか10年の方には数えられます。でも5年の方には数えません。ここが分かれ目です。留学5年、仕事5年なら、ちょうど10年ですね。そうです。計算が早いですね。その通りです。でも、10年待てない人もいますよね。そこで特例があります。いくつか短くなる道が用意されているんです。どんな道ですか？例えば日本人の配偶者の場合、実質的な結婚生活が3年以上続いて日本に1年以上いること。随分短いですね。短いです。ただここでも実質的という言葉が入っているのに注目してください。また実態ですね。今日の合言葉になってきましたね。他にも定住者の資格なら5年以上という道があります。他にもありますか？高度専門職という点数で評価される資格の人は点数によって3年あるいは1年まで短くなります。そうなんですか。点数で決まるんですか？学歴、職歴、年収、年齢、日本語の力などを点数にする仕組みです。日本語の力も点数になるんですか？なります。日本語の試験の結果が点数として評価されるんですよ。今日の勉強にも意味が出てきました。そうなんです。言葉の力はこういうところで返ってきます。ここからが今日一番大事な話かもしれません。納めるべきものの話です。税金ですか？税金だけではありません。公的な年金と公的な医療保険の保険料も入ります。年金も。年金もです。ここを知らずに後で困る人が本当に多いんです。なるほど。会社員なら給料から引かれてますよね。会社の保険に入っていればそうです。ただそうでない時期があった人は要注意です。学生の時とか、仕事を辞めていた時とか。いい質問です。まさにそこです。自分で納める形になっていた時期が後から聞いてきます。わかりました。でも、後から払えば大丈夫ですよね。そこが今日一番お伝えしたいところです。実はそうとは言い切れません。払ったのにですか？はい。申請の時点で納め終わっていても、元々の期限までに納めていなければ、原則として低く評価されます。はい、それは知りませんでした。かなり厳しいですね。厳しいです。だから、間に合わせることそのものが大事なんです。急いで払えば取り返せるという話ではないんですね。残念ながら、永住を考えているなら、今日から期限を守る生活にしてください。うわ、10年ごとのために。今日から。そうです。これが今日のキーフレーズにつながります。もうすぐ出しますね。もう予想がついてきました。もう一つ見落とされやすい条件があります。最長の在留期間を持っていること。助かります。最長。さっきの3年、5年の話ですか？つながりました。今の資格で一番長い期間をもらっていることが求められます。1年の人は、まず期間を延ばすところからですね。その通り、そうなります。ここも一歩ずつ積み上げる話なんです。そうですか。5年をもらってからでないと申請できないんですか？そこには経過の措置があって、当面は3年でも認められる扱いが続いています。当面というのが気になります。いい引っかかり方です。期限のある扱いなので、必ず最新の案内を見てください。制度は動くんですね。動きます。だから去年の情報がそのまま使えるとは限りません。ふむ。ネットの記事も日付を見た方がいいですね。とても大事な習慣です。日付と出どころ。この2つを見る癖をつけてください。
書類には他に何がいりますか？永住の申請では、身元保証人という人にお願いする書類があります。メモします。保証人。お金の保証ですか？借金の保証人とは違います。生活を助ける立場になるという意味合いの書類です。少し安心しました。頼みやすくなります。配偶者がいる場合は、配偶者にお願いすることが多いようです。永住を取ったら、もう何も気にしなくていいんですか？はい。第一幕の終わりに、含みのある言い方をしたのを覚えてますか？知りませんでした。覚えてます。永住者にも守るべきことがあるって。はい。実は近年、永住の制度を適正にするための見直しがありました。何が変わったんですか？永住の資格を取り消せる場合が法律に加わりました。ここは正確に話しますね。いいですね。お願いします。不安になる話なので。加わったのは、入管の法律の義務を守らない場合と、わざと公訴公価を払わない場合などです。交通公価。初めて聞きました。税金の他に、社会保険料などの公の負担金をまとめた言い方です。へえ、払えなかったらすぐ取り消されるんですか？ここが大事です。わざとというところに意味があります。払う力があるのに払わない場合です。病気や失業で払えないときは、そうした事情で払えなかった場合は対象にならないと説明されています。少しほっとしました。賠償はごく一部の悪質な場合とされています。普通に暮らしている人には関係しません。はい、それを先に言ってほしかったです。失礼しました。それに、取り消しよりも他の資格に変えることが先に考えられるとされています。いきなり出ていけではないんですね。はい。ただ、義務は義務です。永住はゴールというより続いていく暮らしなんですよ。永住と帰化はどう違うんですか？一番大きな違いは国籍です。永住は在留資格、帰化は日本国籍を取ることです。ああ、全く別のものなんですね。別です。窓口も違います。永住は入管、帰化は法務局です。また窓口が違えば手続きも別ですね。よく身につきましたね。帰化の条件は国籍の法律に6つ書かれています。へえ、6つ。今日は数が多いですね。最後ですから軽くいきましょう。住所、能力、素行、生計、それに国籍と憲法の条件です。住所の条件というのは、引き続き5年以上日本に住んでいることです。永住の10年より短いんですよ。なるほど。帰化の方が年数は短いんですか？意外でしょ？ここは驚く人が多いところです。年数だけを見ればそうなんです。でも簡単というわけではないですよね。ありません。用意する書類の量が違いますし、何より国籍が変わるという大きな決断です。はい。元の国籍はどうなるんですか？原則として期間によってそれまでの国籍を失うことが求められます。ここが重い条件です。そこは家族とも相談する話ですね。そうですね。手続きの話であると同時に生き方の話でもありますから。結局どちらを目指すのがいいんでしょう？鋭いです。それは私が決めることではありません。暮らし方とこれからの計画によります。考える材料をもらえますか？もちろん。まず元の国籍を残したい人は永住という選択になります。わかりやすいです。国に帰る予定がある人も永住の方が自然でしょうね。逆に帰化を選ぶ人は、日本で一生を送ると決めた人が多いようです。選挙に関わりたいという声も聞きます。ですよね。なるほど。権利の話でもあるんですね。そうです。ただ、どちらを選んでも土台になるものは同じなんですよ。土台。素行と生計と義務を守ること。並べてみると驚くほど似ていませんか？本当だ。更新の条件とも似てます。気づきましたね。今日の4つの幕は実は同じことを言い続けていたんです。同じこと。ではその一言をキーフレーズとしておきましょうか。その前に聞きそびれていたことを3ついいですか？そうです。どうぞ。今日はそのためにいますから。1つ目。仕事で長く海外に行くことになったら資格はどうなりますか？日本を長く離れると在留の土台が弱くなることがあります。ここは事前に相談してください。
うわ、永住にも影響しますか？ 10年という年数は引き続き住んでいることが前提です。長い不在は影響し得ます。年金の話が来たら、まず確認ですね。会社の都合でも資格はあなたのものですから。確かに。2つ目。私が資格を変えたら、家族の資格はどうなりますか？家族滞在は扶養する人の資格が土台になっています。だから影響することがあります。一人の手続きが家族全体に響くんですね。そうなんです。そこは忘れないでください。家族の分もまとめて考える。これも段取りです。そうなんですか。3つ目。もし不許可になったら終わりですか？終わりではありません。理由を聞ける場合がありますし、整えてもう一度という道もあります。それは救いになります。一度でダメでも積み重ねをやり直せます。時間はかかりますが、道は残っています。第5幕です。さっき3つ聞いてくれましたね。はい。1つ目と2つ目はあまりに大事なので流したままにしたくないんです。気になってました。ここまでは資格を取る、変える、続けるという話でした。そうですね。でも暮らしはその通りには進みません。確かに。国に帰ることもあれば、家族を呼ぶこともある。子供が生まれることもある。仕事を辞めることも。そう、その度に資格の側でも何かが起きています。気づかないうちにですか？気づかないうちにが一番怖いですね。うわ、だから第5幕は暮らしが動く時の話にします。暮らしが動くとき。帰る、呼ぶ、生まれる、辞める。この4つでいきましょどれも自分に起きそうです。う。起きます。だから先に知っておくんです。お願いします。まず、帰るです。一時帰国しますよね。します。お正月とか家族の用事とかその時、資格はどうなると思いますか？考えたこともなかったです。出てまた入るだけかと。そこなんです。日本を出ると、その資格は本来そこで終わるんですよ。え？じゃあ帰るたびに取り直すんですか？そうならないための仕組みがあります。みなし再入国と言います。みなし。そうみなすのみなしです。わざわざ許可を取らなくても取ったものとして扱う。便利ですね。便利です。ただし条件があります。やっぱり出国の日から1年以内に戻ること。これが原則です。1年。長めですね。長めに見えます。でもここに落とし穴があるんです。落とし穴。在留期限がその1年より先に来る場合、その時は期限までです。あ、1年あると思っていたら、実際はもっと短いことがある。その通りです。短い方が勝ちます。短い方が勝つ。覚えました。そしてもう一つ、この期間は海外にいる間に伸ばすことができません。向こうで手続きすればいい、じゃないんですね。できないんです。だから戻る日から逆算して出るんですよ。出る前に帰りを決めておく。出るとき、何を持っていけばいいですか？物件と在留カード。この2つは必ずカードは置いていったらダメなんですね。ダメです。持っていること自体が条件ですから。家に置いて出たら、どうなるんでしょう。話がややこしくなります。空港で困る前にカバンに入れてください。はい。それから出国の時に意思表示をします。また戻ってきますという口で言うんですか？紙に印をつけます。空港で渡される出国の記録の紙です。つけ忘れたら、そこが大事なんです。印がないとみなしにならないことがある。小さいチェックなのに。小さいのに聞きます。今日の話、そればっかりですね。本当に。では、1年を超えるときは？さっきの長い海外赴任の時ですね。そうです。その時は出る前に再入国の許可を取ります。出る前に。出る前にです。出てからでは取れません。期間はどのくらいですか？最長で5年。ただし自分の在留期間の範囲内です。また短い方が勝つ。よく気づきました。この考え方、今日ずっと同じなんですよ。2つ目、呼ぶです。家族を日本に呼びたいという話。これ周りでもよく聞きます。呼ばれる側はまだ日本にいませんよね。いないです。だからいつもと順番が逆になるんです。逆。日本にいる側が先に日本で手続きをします。呼ぶ人が動くんですね。そう。そこで出てくるのが在留資格認定証明書という紙です。長い。長いです。みんな略して認定証明書と呼びます。何を証明する紙なんですか？この人は日本に入る条件を満たしていますという証明です。
先に日本側で審査しておくということですか？その通りです。だから空港での手続きが早く済むんですよ。なるほど。流れはこうです。日本で申請する。証明書が届く。家族に送る。送るんですか？はい。その紙を持って向こうで査証の手続きをして、それから来ます。3段階ですね。3段階です。だから思っているより時間がかかります。どのくらいですか？証明書が出るまでの目安が1ヶ月から3ヶ月。そこからさらに査証と移動です。半年くらい見ておいた方がいいですね。そのくらいの気持ちでいると慌てません。呼ぶとき、条件はあるんですか？あります。家族滞在という資格は扶養が土台になっています。扶養、養うということですね。そうです。だから呼ぶ側の収入が見られます。自分の暮らしだけじゃなくて、家族の分も。そこを2人でやっていけますかと見られるわけです。第3幕の整形の話とつながってますね。つながっています。今日も話は全部一本の線なんですよ。他にもいりますか？身元保証の書類を出すことがあります。呼ぶ側が保証人になります。第4幕で出た、あの保証人ですね。お金の話ではない。覚えていましたね。そう、借金の保証とは違います。来た後、その家族は働けるんですか？そのままでは働けません。第1幕でやりましたね。資格外活動の許可。それを取って週28時間まで。ここも同じ考え方です。全部つながってる。つながっています。だから最初に地図を見せたんですよ。聞いてきました。そしてもう一つ、呼ぶ側の資格が変われば家族の側も影響を受けます。さっき聞いた、あれですね。自分の転職を家族の分まで含めて考える。これが段取りです。一人の手続きじゃないんだ。3つ目、生まれるです。日本で子供が生まれた時、おめでたい話なのに手続きがあるんですね。あるんです。しかもここは期限がとても短い。どのくらいですか？生まれた日から30日以内。 30日。赤ちゃんが生まれて一番大変な時期ですよね。やられない時期です。その時期にこの30日が走っている。だから知っておいてほしいんです。何をするんですか？子供の在留資格を取る申請です。在留資格の取得と言います。市役所の出生届とは別ですか？別です。ここ間違いやすいところですよ。出せば全部終わったつもりになりそうです。なりますよね。役所と入管は別の窓口です。両方に届けてください。両方。メモします。ただし例外もあります。生まれて60日以内に日本を出る場合、国に連れて帰る場合ですね。その時はこの申請はいりません。60日を超えて日本にいるならいります。30日。と60日。数字が2つ出てきました。いい整理です。日本に居続けるかどうかが60日。申請の締め切りが30日。締め切りの方が先に来るんですね。先に来ます。だから生まれた日をカレンダーに書いて、そこから数えるんです。第3幕の印をつける話と同じですね。同じです。嬉しい日ほど忘れやすいですから。4つ目、辞めるです。ここは少し厳しい話も入ります。はい。仕事を辞めました。次は決まっていません。資格はどうなると思いますか？期限まではそのままな気がします。多くの人がそう思っています。でも、そうとは限らないんです。え？働く資格は働くための箱でしたよね。第1幕の箱の話。その箱の中身をやっていない状態が続いてしまうと、取り消されるということですか？対象になり得ます。目安として3ヶ月です。3ヶ月。また出てきた。今日3という数字が働き者ですね。本当に。ただし、大事な正し書きがあります。正当な理由がある場合は除かれます。例えば、どんな。本気で次を探している。病気で治療している。事情はいろいろあります。じゃあ、辞めた瞬間にダメではないんですね。違います。そこは安心してください。動いていれば事情として見てもらえます。動いていれば、怖いのは何もせずに時間だけが過ぎることです。気持ちが落ちている時ほど動けないですよね。そうなんです。だから辞めたらまず届け出。14日以内でしたね。第2幕で出ました。忘れてません。素晴らしい。その1枚が動いている証拠にもなります。届け出って報告だと思ってました。報告であり、記録です。
あなたが誠実にやってきた記録になるんですよ。第5幕。重かったですけど、聞いてよかったです。重い話を最後に置いたのは理由があるんです。理由。帰る、呼ぶ、生まれる、やめる。全部嬉しいか辛いかのどちらかでしょう。確かに、満タカがないです。心が動いているときは手続きを忘れます。嬉しくても辛くても。わかります。だから心が動く日ほどカレンダーを開いてほしいんです。嬉しい日にも、カレンダー、そうです。手続きはあなたの暮らしの影みたいなものですから。影。暮らしが動けば影も動く。切り離せないんですよ。今日一番、腑に落ちました。では、5つの幕を全部たどり直して今日を閉じましょお願いします。う。では、今日の地図をたどり直しましょう。5つの幕を順番に。わかりました。はい。第1幕は四角の種類でした。3つの仲間でしたね。働ける、身分、働けない。第2幕は変えるとき。会社が変わっても枠の中なら変更はいらない。いい質問です。よく覚えてますね。でも、届け出は14日以内。忘れません。素晴らしい。第3幕は更新は3ヶ月前から。結果が遅れても特例期間がある。それから審査で見られる8つ。前半は活動、後半は暮らし方でした。はい。そして第4幕が永住と帰化。10年と5年。素行、整形、そして期限までに収めること。そして第5幕が暮らしが動くとき。帰る、呼ぶ、生まれる、辞める。どれも期限がついていましたね。1年、30日、3ヶ月。数字が並びます。こうして並べると全部つながってますね。つながっています。そしてそのつながりを一言で言うとこうなります。今日の言葉をここで一つ置きますね。日頃の行い。普段の生活でその人がどうしてきたか。それを指す言葉です。すみません。もう一度いいですか？日頃の行い。普段の行いです。日頃が普段という意味なんですね。そうです。使い方を3つ置いておきましょう。1つ目。晴れてよかったね。日頃の行いがいいから。あ、それ聞いたことあります。冗談っぽく言うやつですね。そうです。天気がいい時の決まり文句ですね。2つ目。日頃の行いがこういう時に出るんだよ。こっちは真面目な意味ですね。はい。そして3つ目が今日の話そのものです。手続きは日頃の行いがものを言う。ものを言うというのは、聞いてくる、力を持つという意味です。ものを言うで一つの言い方になります。経験がものを言うとかも聞きます。まさにその使い方です。今日の話は全部ここに集まります。ほどけいつも、納付も、仕事の中身も。全部その日一日では作れないものです。だから今日から積むんです。では最後に一つ宿題を出しますね。宿題、久しぶりです。今から3つ数えます。その間にカードを手に取ってみてください。3、2、1。そこに書いてある四角の名前と期限の日、声に出して読んでみてください。読むだけでも意味が変わりますね。今日の話を聞いた後だと、その漢字を大事にしてください。今日はずっと手続きの話なのに暗くなりませんでした。それはよかった。知らないことが不安を作るだけで、知ればただの段取りですから。私、転職の話、ちゃんと確認してから返事します。それが今日一番の成果ですね。ゆっくりで大丈夫ですよ。最後に一つだけ。制度って冷たいものだと思ってました。今は積み重ねを見てくれるものなんだと思えました。いい着地です。今日も聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。日頃の行い、意識してみます。またお会いしましょう。おやすみなさい。